ボンジュールモンド。こんにちは。ケニチズキッチンチャンネルです。ご報告があります。1月21日に、このケニチズキッチンチャンネル、登録者数1000人を達成いたしました。本当にありがとうございます。チャンネル登録をしてくださっている皆さん、そして今も動画を見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。で、今回はですね、この感謝をお伝えするとともに、あと今までですね、動画の最初にはちょっとした自己紹介のテロップみたいなのをつけてたんですけども、ちゃんとした自己紹介をするとともに、なぜこのケニチズキッチンチャンネルを作ることになったのか、この経緯と、そしてこの1000人を達成した後、どのようにチャンネルを続けていくか、こちらもお話ししていけたらなと思います。改めて自己紹介します。ケニチズキッチンチャンネルの半田健一と申します。僕の本名の健一からケニチズキッチンチャンネルと名付けました。では、僕のフランスでの経歴、簡単に経歴をざっとお話しします。僕は2008年にですね、こちらに妻と移住してきまして、今はパリに住んでるんですけども、2008年の6月にですね、南仏地中海の方のオーベルジュ・ビューピュイというそちらの方で約半年間ですね、修行させていただきました。ジル・グージョンシェフという素晴らしいシェフ、ミシュランガイドで三つ星のという素晴らしいレストランで、2008年当時は2つ星のレストランでした。そしてですね、次にバランスというリヨンから少し南の方に下った町なんですけども、そちらのラ・カシェットというレストラン、日本人のシェフのフレンチレストランなんですけども、ミシュランガイドで一つ星を獲得している素晴らしい、こちらも素晴らしいレストランで、こちらで約半年間修行させていただきました。なぜこの短い期間だったかというと、最初の1年間はワーキングホリデービザというビザなので、ちょうどワーキングホリデービザが1年間の期限なので、そちらの1年の中で約半年ずつ使用させていただきました。そしてですね、その後、通常だったらそのまま帰って、その後帰ったんです。一回帰ってからまたフランスに戻ることになったんですけども、パリの方でですね、ご縁がありまして、レストランパージュのオーナーシェフでもある手島隆二シェフが当時働いていたパリのポムズというレストランで人を探しているということで、僕を働かせていただくことになり、3年間一緒に働かせていただいて、手島シェフが独立されるということで辞めた後、そのポムズというレストランで僕は料理長としてまたさらに4年間ですね、合計7年間そこのお店で働かせていただいて、労働ビザを取得していただいたりと何かとお世話になりました。その後ですね、高級パラスホテルで働くその経験が欲しいなと自分で考えてですね、今までのこの町場のレストランではなく、そのホテルレストランがどのようなシステムで働いているか勉強したかったので、いろいろ探していたところご縁があって、ホテルリッツというレストランのメインダイニングのレスパゾンという副料理長をやらせていただくことになりました。そしてその後、手島隆シェフがちょうどさらに良いレストランパージュをさらに良いレストランにしたいということでお声をかけてもらって、2018年の1月ですね、ちょうど3年前から副料理長として働いております。では、なぜそのレストランで働いている僕がですね、YouTube を始めることになったのかという、動画を上げ始めたのが去年の2020年の一番最初の動画が6月14日、炊飯器でピラフを炊くという動画が一番最初でした。ちょうど家庭料理からですね、ちょうど皆さんがやりやすいようなレシピからと思って始めたのがこの
ケニチズキッチンチャンネルの始まりです。なんですけども、実はですね、その前、このケニチズキッチンチャンネルとしてはその動画が初めてなんですけども、僕自身 YouTube を2013年にからアカウントを持っていたんですね。で、2013年の頃ぐらいに3本ぐらいだけ、ちょうど当時パン屋で研修させてもらったりとか、肉屋さんを見学させてもらったりとか、そういう動画を3本ぐらい上げていたんですけども、当時デジカメで撮ってパソコンで編集してという作業を、僕機械が音痴なものですから、途中でちょっと面倒くさくなってそのまま放置していたんですね。アカウント自体は持っていたけど、3本ぐらい上げた後にまあ簡単にできるかなっていう感じで始めたものを飽きてしまって、そのまま放置してました。その状態から、なぜじゃあ今の YouTube をまた始めることになったかというと、ヨーロッパの方でコロナの猛威が降り始めたあたり、2月ぐらいからイタリアの方がかなり爆発しだして、そして3月にロックダウン、完全にフランス全土をロックダウンしてしまうということになってしまいまして、レストランはもちろん営業はできなかったですし、完全に学校なども閉鎖されていたので、もうほぼ約2ヶ月間ですね、家の中でスーパーとかの買い物はできたんですけども、それ以外は基本的に1時間ぐらいしか、1日1時間しか外出するのは許されていないという状態の中で、閉じこもった生活をしていました。それまではずっとレストランというと、僕らのレストランはもう朝8時ぐらいから夜の11時ぐらいまでバリバリ働いている、そういうような生活だったので、その生活はいきなりスパンと切られて、今までずっとバリバリ働いてきた自分がいきなりアクティビティを失ったので、すごいそのエネルギーのやり場がなくなったのを今でも覚えています。やはりそのエネルギーがもういつも余っている状態だったので、毎日料理をちょっと作っていたんですね。ちょうど子供もうち子供が2人いるんですけども、学校もないですし、で妻と子供2人の分と4人分の食事を毎日作るというのが、僕の中の日課になっていき、それでなんとか自分の中のエネルギーを整えようとしていました。そのうちそのコロナの医療従事者の方に支援するという、料理人の間で食事を提供したりと支援する料理人も出てきたりと、僕らのレストランの方ではなかなかそこも動けず、僕個人としても動けずにいまして、なかなかこのフラストレーションというか、なぜ他の人ができているのに自分はできていないのかという、なんとなく劣等感とかいろんな感情が生まれてきて、何か僕の中でも社会貢献できないかなと考えた時期でもありました。その中で自分ができることは何だろうとすごい考えて、やはり僕は料理人なので料理しかできないので、まず自分ができることをやろうと。その大きなことはできないけど、何か料理で楽しませること、今までお客さんを楽しませたように、何かこの発信することで皆さんを喜ばせることができないかなと考えたのが、インスタグラムで1日1レシピをアップして、作り方レシピですね、それを日本語とフランス語をつけて毎日アップするっていうのを、それはマイルールだったんですけども、それを始めました。日本でも世界でもそのステイホームっていう動きがあった頃ですから、やはり皆さん家で料理を毎日作るということで、やはりストレスも抱えていらっしゃったんじゃないかなと思って、
日常使いできるような料理をですね、フレンチとかの難しい料理ではなくて、この日常的に食べて元気になるような料理、それでありふれた食材でスーパーで、僕自身も食材を買うものはスーパーだったりとかするので、いつもある材料でできる料理を、できるレシピをというふうに毎日上げていました。なのでロックダウンの期間中も、そのロックダウンが明けた後もずっとそれを続けていました。で続けていくうちに、僕の知人とかからYouTube やったらどうなのっていう話をもらったんですね。最初のうちはちょっと過去にやってきて YouTube を上げるという大変さ、機械音痴なものですからすごい大変っていうイメージがあったんですね。一動画上げるにも一苦労という。なので最初はやらないよとは言っていたんですけども、よくよく考えてみると、この毎日毎日一レシピを上げるという割と労力があったんです。それでエネルギーもそこにかかってましたし、真剣にやってましたし、だったら動画にするのも変わらないんじゃないかなと、少し頭を変えるようになったんですね。もしかしたらできるんじゃないかなと。もしかしたら毎日今までやった労力を、その毎日動画を上げないにしても YouTube の方のレシピ動画の方がより何か自分得られるものがあるんじゃないかなというふうに考え出しまして、僕が今いつも撮影している撮影と編集は、今撮っているのもそうなんですけども iPhone の11、撮って編集も全部 iPhone 11でやってるんですけども、たまたま YouTube でそういう方がいて、結構いらっしゃると思うんですけども、ちょうどそういう iPhone だけで動画編集やってアップロードするということができるっていうのを見て、たまたま iPhone11 持っていたものですから、じゃあこれでやってみようと。当時は三脚もなく、何かのものに、鍋の上とかブリタがあるんですけど、ブリタの上にポコンって携帯を置いて撮影していたのを覚えてます。未だに僕は iPhone11 と三脚1本だけで動画撮影編集まで今も変わらずやっております。で調べて、できるんではないかということで始めたのが、本当に先ほど言った6月14日のその炊飯器のレシピから始まりました。最初は家庭料理とか簡単なものから継続していったんですけども、やはり僕はフランスで働いているフレンチの料理人ということで、徐々にですね、フレンチだったり少し難易度の、料理人ならではの難易度の高いものも少しずつ上げていってですね、中にはちょっと熟成肉をおろさせてもらった動画がちょっと人気が出たりですね、すごい反響をいただいて、ついに先日1000人を達成、一番最初の目標だった1000人、登録者1000人達成ということで、本当に皆さんに本当にお礼を申し上げたいと思います。それでですね、今最初の目標が達成できましたので、やはりここにとどまってるだけではなく、次にはやはり2000人、5000人、1万人、もしできたら10万人っていう方、多くの方に見てもらって、僕自身も成長できたらなと思っています。というのも、この目的のこの動画を、レシピ動画を上げてるもう一つの目的は、社会に還元することなんですね。僕がもうすぐ、僕は1980年生まれで今40歳、もうすぐ41歳になるんですけども、やはり今まではずっといろいろな YouTube とかを見てすごい勉強させてもらったりとかして、今も毎日のように勉強している状態なんですけども、若い世代にこの貢献していきたいなと。この動画を通してフランス料理を勉強したい、この何かその一つのきっかけになれればなと
思って動画を作っています。なのでもちろんフランス料理をやってない方、料理が好きで食べることが好きで、料理を作ってるのを見ることが好きでっていう方もいろいろいらっしゃると思うんですけども、特になかなか今のコロナ禍では難しいんですけども、フランスに来て現場で勉強したいという方、もう問い合わせもいただいたりとかしてるんですけども、そういう方がいらっしゃると思うんで、ぜひですね、この動画だったりで少しでも勉強になってもらえればな、お役に立てればなと思いますし、あとはもしですね、この事態が収束してまたフランスに自由に来れるようになる時期にはですね、留学して勉強したいというやる気のある方いっぱいいらっしゃると思うんです。その方はぜひコメント欄とか、僕インスタグラムのアカウントを持ってますので、そちらの方で遠慮なく直接メッセージをいただければ、何かしらお役に立てると思いますし、来ようとしている人だけじゃなくても、例えばフランスの食材について知りたいとか、フランスの語学ですねとか、フランスの生活ですね。僕は2人の子供もいるので、子育てについたりとか、外国の生活についてとか、いろんな質問ある方いらっしゃると思うので、遠慮なくどしどしご連絡をいただければなと思います。できる範囲でお答えできればなと思っています。最後ですね、先ほども言ったんですけども、今1000人達成して、今後2000人、5000人、1万人、10万人、僕も自身も成長して、お教えする限りには自分自身もより勉強して、そしてフランスは今いまだに夜間外出禁止令が出ている中、おそらく今はまだ不確定なんですけども、2月以降にまたロックダウン、3回目のロックダウンになるんじゃないかなっていう、かなり不安定な時期なんですけども、でもこの後に辛い時期があれば必ず晴れる日が来ると僕は信じていて、レストランが再開した後にはですね、今はこの家で中心に料理をしてますけども、レストランの方で例えばどのように料理人が働いてるかとか、まかないどういうふうに食べてるかとか、例えばどういうふうにフランス人とコミュニケーションをとってるかとか、あとはフランスでの生活はどうか、いろんなことができると思っています。このチャンネルが楽しく良いものになるためにご声援のほどよろしくお願いします。皆様の応援の声があるからこそより頑張れるので、ぜひコメント欄に何か一言残していただければなと思います。いつも本当に一言一言がすごい嬉しくて、できるだけすぐ返信できるように心がけています。これからも今まで以上に美味しい料理と美味しいレシピをお届けできるように頑張りますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。気に入った方はぜひチャンネル登録と高評価のボタンをよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。